回ぐらい32度、3度、4度とか。カメラ汚さないか心配。大丈夫です。ありがとうございます。お休みの日とかってどうされてるんですか？お休みの日はもう体のメンテナンスでも終わっちゃいます。整体してなんかバキバキの体を少しでも元に戻すのにもう半日です。唯一続けられたのがヨガだったんで、ジムもダメだったし、マラソンもウォーキングも一切続かなかったんですけど、週に1回しか行けないけど、ヨガだけはずっと続いてるんで。
ターサンドのラムレーズン味なんですけど、一応お店では、一番人気のおすすめの商品になってます。バターにすごくこだわってて、新潟県の佐渡から手作りのバターを取り寄せて、佐渡バターっていうんですけど、全て職人さんが手作りで作ってるバターらしくて、すごく希少価値があるバターなんですけど、口どけがすごく滑らかで、こうしつこい感じが全くしない、すごく食べやすいふわふわのバタークリームになってます。すごいラムレーズンの香りが。そうですね。結構ラムをたっぷり、ラム酒結構たっぷり使用してるので。バターサンドは浅草のなんかこうお土産として買ってくれたらいいなと思うものをちょっと考えてた時に思ってたんですけど、やっぱり持ち運びが長時間できて日持ちするもの。
蜜すごいですね、ね。美味しそうですよね。家がこのお店やってたんで、ちょっとバイトを出たんですけど、ケーキ作ったら結構楽しくて。お菓子作りはいもともと好きだったんですいや、か？全然やったことなかった。やるようになってからちょっと学校にも行き始めたりとか、順番がちょっと順序が逆ではあったんですけど、働きながら行くっていう感じでしたね。週に1回とか。はい。やり直したいぐらい面白いそう。季節によって変わるんですか？そうですね。特に割と好き。シャインマスカットがすっごい多かったんですよ、今年。
ラも人気があって、レトロなケーキなんで、サパラあると喜ばれます。数年前にうちのは生クリーム挟んで生ブッセみたいな。入れちゃいます。ちょっと似合いすぎます。赤すぎんじゃない
バターサンドのモカを2つと塩キャラメル2つとあとマロンもらっていいですか？マロンも2個、あとベイクドチーズケーキを、2つお願いします。今日は何回目ですか？結構来てますね。6、7回来てんじゃないですかね。お気に入りの。一番好きなのが果物とタルトなんですけど、ちょっと今日は朝早かったからでもチーズケーキも美味しいんで、はい、食べさせてもらってます。バターサンドも結構今バターサンド好きですね。なんか人にこうお土産で出す時にちょうどいいんで、バターサンド。あと子供の誕生日でよく使わせてもらうんですけど、これうちの子供バナナ好きなんで、チョコとバナナのケーキ美味しいんですよ。あとちょっとその時によって果物をいちごを足してとかも言ったらやってもらえるんで、なんかいろんなオプションつけてくれるんで、すごくいいですね。美味しいです。美味しいです。すごく美味しいです。それとやっぱりさっき言ったこれも美味しいですね。これが今一番のお気に入りですか？これ僕一番好きです。すんごいフルーツ乗ってるんですよ。とても美味しいんで、ぜひぜひね、よかったら食べてみてください。今日なかったですけどありがとうございます。また帰ります。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。焼き菓子に力を入れていきたいと思っていて、クッキー缶を今後は出したいと考えています。あとは浅草に観光に来た方に買っていても、これは絶対買っていきたいと思ってもらえるようなお土産を作っていきたいなと考えています。美味しいお菓子を作ってお待ちしております。浅草にお越しの際はぜひ遊びに来てください。これがキッシュですね。お昼でキッシュのプレートを提供したりとか単品で販売もしてるので、かぼちゃとベーコンのキッシュ。うちはなんか小さすぎてストックするキャパシティもないんで、毎日だいたい仕上げてるっていうような感じにはなりますけど、小さいけどお客さんが割で近所の方が来てくれるので、何でも置いといていいよ。ありがとう。
ぶどうのタルトになりますですね。季節ごとにタルトは通年出してるんですけど、今ちょうど時期はぶどうなんで知りますか？サワークリームと生クリーム、カスタードを合わせた特製クリームです。常連さんすごいですよ、本当に助けてくれてるなって。毎日来る人いっぱいいますし、普通に毎日。毎日来ますね。来るよね、これ毎日。はい。最近割と1年半ぐらい経ったんで、最初の1年に比べては人が来てくれるようになって、ちょっと混んでてすいませんとかっていう話をすると、なんかむしろなんか自分のその場所がそう広まってるのが嬉しいとかって言って帰ってくれたりとかします。さっぱりとしたヨーグルトまではいかないんですけど、軽く酸味のあるショートケーキになります。フルーツも割と甘いので相性はいいです。
気がする。
こんにちは。ありがとうございます。またお待ちしております。受け付けて。赤ちゃん。ありがとうございます。階段気をつけて。店内ご利用ですか？お持ち帰りでかしこまりました。おもちゃの美味しいですか？よかったです。すいません。ありがとうございます。こいでしょう。
バターですね。普通に無塩のバターです。市販でも売ってるようなやつですけれど、まあ、単純にバターはやっぱり美味しいです。よいしょ。とりあえず200食分くらいですね。保存のしやすさとかいう理由もあるんですけれど、そう単純にねお子さんが食べるっていうことが多いので、結構こういう豆乳とか使っているものも栄養価の高いものっていうのは結構あります。4年目に入ったんですよ。で今はちょうど25になりまして、ちょうど始める時の20代くらいの時にもっといったお菓子屋さんのところで就職するか、まあ自分で何かしらやってみるかみたいな選択肢がありまして、せっかくならまあ若いうちにねやれることはやろうみたいな感覚で、まあいつの間にかキッチンカーが始まりましたね。キッチンカーをやりたかったというよりは、まあ自分で作ったものを出せる場が欲しかったんですかね。ラズベリーを、まあ、ペースト状にしてお砂糖と一緒に煮詰めたやつですね。クリスマスの限定品ですね。そう基本的にうちのクリームは全部生クリームが入ってないんですよ。イベントとかだとクレープとワッフルが2台横に並ぶこともまあまああるんですね。差別化じゃないですけど生クリームなしでやってます大体。これがもうちょっと冷えると固まってきて、でワッフルのね穴に絞るのにちょうどいいぐらいの硬さになるので。これ何ですか？ブルマンディーズグレーズっていちごの濃縮液みたいな感じのやつですね。失礼します。クリームを10種類くらいやってると全部1種類ずつとかでも結構な量になるので、こういった感じでいつもお片付けは全部終わってからなんですか？終わってからもうこれ全部重ねちゃって持ってっちゃう感じです。これが全粒粉ですね。小麦粉の半分くらい入れてます。乳糖ですね。はい、全部言ってったらもうレシピ公開ですね。確かにまずいところちゃんと言ってください。まあなんとかするんで今の何ですか？これが消しの実ですね。消しの実です。消しの実？あんパンとかの上に乗ってるつぶつぶというと分かりますかね。はい。そうあれです。あれごまじゃないんですね。あれごまじゃないんですよ。でこれでベースの粉が完成ですね。これが日によって全粒粉のところがライ麦に変わったり、まあ、あとコーンミールとかそういう他の粉物に変わりますね。ベースは一緒なんですけど結構ね風味というか雰囲気が変わりますね。食感もちもち具合と、あとやっぱ鼻に抜ける風味はかなりライ麦は変わりますね。ライ麦一押しです。
どういうふうに決めるんですか？まあ在庫とかの関係が一番ですけど、あとは気分ですかね。大体飽き性なので同じもの作ってると飽きるんですよ。卵黄ですね。最近販売価格が2倍くらいになってめちゃくちゃ打撃を受けてる卵黄ですね。バイトまではいかなくても 1.8 倍くらいになった卵白ですね。仕事じゃない時の自由時間がないことですかね。もう帰ったらそのまま仕込みがあるので、実質的な仕事が営業終わったら終わりじゃなくて、営業終わった後にお家に帰ってから洗い物だとか食材しまったりして、でそこから仕込みってなるんで、搬入が9時とかで終わりが8時とかの現場も全然いっぱいあるんで、これ冷やしといて、で次の営業の時に持ってけばって感じですね。ねえ、あ、やめなさい。だんだんと声を荒げていってしまうからまあ猫好きが猫好きを呼ぶのもあって、ああいう猫グッズをしていると猫好きがね集まってきてくれるんですよ。あ、おはようございます。いえ、とんでもない。相手してくれましたまた。早いですわ。これでいかがでしょう。いきますよ。今日いい天気ですね。そうですね。割と涼しいですし、人も出そうな感じで。行く時ってなんかこう考えてたりとかってするんですか？あんまり考えてないですね。どちらかというと暇な時間をどう過ごすかみたいな感じです。だから普段はだいたいラジオとかつけて音楽聴きながら、ただただ1時間とか30分とかの道のりを行くだけですね。あ、おはようございます。どうも。これで中がついたはずです。
ぜひ12月9日鶴見公会堂で映画の上映があります。ぜひともお越しください。チャンネル登録よろしくね。ありがとうございます。はい置いといて。ああいう感じで、とにかくどんどんこういろんな方と知り合いになっていくのがキッチンカーな気がします。帰りって言ってるけど帰りまでやってるといいな。お子さんも大体いっぱいなんですけれど、平日なんかはオフィスのおじさま方がこう、ね、オフィスの女性陣にまとめていっぱい買ってったりとか、本当に今9種類あるんですけど、こちら全種類1個ずつみたいなことも結構ある。平日は平日で、土日は土日の需要がある感じですね。今日4時ぐらいまでイベントをやってます。すみません、ごめんなさい。お願いします。すみません、お手数おかけします。海外製なのもあって物自体はかなりしっかりしてます。周りの和菓子屋さんからすごい醤油のいい匂いがしますね。生地焼くのでだいぶ匂いが出るので、生地焼くこと自体もやっぱりお客さん呼び込む行為になるので、2つだけ最初なんで試し焼きです。で、これで完成の状態ですね。電気は全部これに持ってかれてるんで、ストーブとかつけられないんですよ、なんも。結構過酷ですね、したら冬。冬と夏は過酷ですね。はい、メープルとスイートポテトで。はい、こちらお持ち帰りですね。はい。はい、大丈夫です。ありがとうございます。お待たせいたしました。はい、すみません、失礼いたします。はい、ごめんね、お待たせしました。ごめんね、はい、ありがとうございます。ありがとうね。最初は4種類とか5種類くらいしか作ってなかった。スイートポテト系とかそういうお芋系のが食べたいっていうので、これも作りましたし、お客様の声を聞いた挙句、いつの間にか10種類とかも日常的にあるようになって作る量が増えてますね。メープルバター
はい、ジンペルは2つで。電子レンジとかトースターで温めていただいても美味しくいただけますので、そのままでも全然大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、すいません、お待たせしました。プレーンとチョコレート。はい、プレーンとチョコレートでお持ち帰り用で大丈夫ですか？はい。すみません、お待たせいたしました。ありがとうございます。あ、雪だるまのですね。よいしょ、お持ち帰り用もできますけど、すぐ食べますか？こんにちは。はい、お待たせいたしました。お子さんの美味しいが一番ね、なんか素直に聞こえて嬉しいですね。それもあっても値上げできないですね。はい、いちごです。初めてですか？初めてです。匂いにつられてるから。ね、今日もおやつにしようかなって。はい、ありがとうございます。一つ300円ですね。で、あと1分かかんないくらいでできるので、少々お待ちください。お待たせしました。ごめんなさい。ありがとう。お待たせいたしました。クリスマスベリーください。はい。インスタ見てね、絶対このクリスマスベリーにしようと思ってた。初めてです。あ、本当ですか？いつも狙ってて、ダメだったんですよ。だから今日は絶対と思って。そのまま失礼いたします。すいません。ありがとうございます。濃いでしょう。ありがとうございます。美味しいね。美味しいですか。よかったです。はい、お待たせしました。ありがとうございます。
リンゴの甘煮を作ってるんで、それを入れます。
毎月メニューもラインナップは変えてるんですよ。限定はもちろんその月だけなんで変わるんですけど、定番の方も一応プレーン以外は全部そう入れ替えて。オーブンに入れます。
どこ食べてもいちごがちゃんと入っているようにって思って。うちの子めっちゃ好きなんですよこれ。昔はもっといっぱい数作ってたんですけど、もう今は種類増やして数減らして、でなくなったら追加。北海道産の夏美味しくないじゃないですか、いちご夏ってアメリカ産で探してたら、嫁さんの同級生が北海道でいちご農園しているって教えてくれて、全然やっぱ味も見た目も違うんで、上手さんからだったら普通に国産ですってなるけど、時期だけですけど桃農家さんとかぶどう農家さんとかずっとじゃないですけど、特で
何々さんが作った何々ですみたいなので。モンブランのペーストも愛媛で働いてる時に食べに行ったお寿司屋さんのデザートで栗のやつが出てきて、でそこのが美味しいっていう話で調べたらこれのペーストがあるって言って。
フルーツミックスです。洋梨とかオレンジとか桃。
らっしゃい。上がってましたね。
れは水飴と砂糖ですね。砂糖もちょっと粒の大きいやつを使ってるんですよ。上品な甘さの砂糖です。この刃を変えることで大きさが変わってくるんですね、おこしの。見たことないものすぎて面白いですね。この古い機械使ってるのうちぐらいで、もっと新しいのみんな使ってはります。予想。もち米を切ってあるんです。普通おこし屋さん言ったらこんなんばっかりやってるとこあるので、こういうのを仕入れておこしにするのがおこし屋さんなんですけどね、うちはお米仕入れてきてこの状態までするんです。なかなかいいお米使ってるのはうちの特徴かな。いいのから悪いのからいっぱいあるんで、どうしても値段に安いくずみたいなの使いはるから、うちはそういうのが嫌なんで、いいお米使って。
粒が小さい。これごまです。
からパティシエになってお店をやるっていうのが夢でした。何回すくうのみたいな。
小さい頃からパティシエになってお店をやるっていうのが夢でした。きっかけはもともと絵本で大好きな絵本があったんですけど、それがそのケーキを作ったりとかパンを作ったり、そういう本をなんか毎日のように読んでって言っていて、それに影響されてその世界観を作りたくてパティシエになったのがあります。
週に1回あ、そんなに。 2回は来てる、2回ぐらいは来てる。私のお気に入りはね、ショートケーキね、基本のショートケーキが一番スポンジの柔らかさがいいのと、クリームがなんつったらいいの、柔らかくて優しい感じでオーガニックなので、あと知り合いとか友達に肉金をプレゼントすると食べていい時に会話が始まる。全部いいですよ。優しくって味が。はい、すいません、ありがとうございます。それでは焼き菓子ですね。すみません、袋一枚使えなかった。すみません、ありがとうございます。じゃあすいません。ありがとうございました。ありがとうございます。そうですね。お砂糖はすべてオーガニックシュガー使ったり、小麦粉も有機の小麦粉っていうのを使って、なるべく体に優しいもの、素材をできる限り選んで、子供が安心して食べられるようなケーキを作ろうと思って、はい、日々やっています。で今後、お客様に一人でも多くのお客さんに楽しんでもらえるような商品作りとかを、スタッフ一同頑張ってやりますので、ご来店お願いいたします。濃いめの卵もらってるんですよ。だからカスタードクリームとかプリンとか濃いというか黄色いねってよく言われます。卵の大きさが結構バラバラなんで調整して卵を足したりします。プチシューなんです。これがクッキーシューなんです。
かったでこれは釜開くまでロールケーキはロールケーキ用に生クリームを合わせててきれいな白い方でこっちがキャラメルの土日限定とあとは平日でも予約が通ったら作ります。こっちはキャラメル混ぜてキャラメルの生クリームにするんですよ。生キャラメルですね。コーヒー屋さんとかでコーヒーにキャラメルじゃないですか、あれをイメージして作ったら結構一部の人にかけてコーヒー好きの人にはおすすめのロールケーキなんですよ。よいしょ。これが1本ですね。この大きさいいですね。家族多くないけどロール持ってきたいっていう人が見てて、じゃあこの1本じゃない長さを作ろうとなってこれができた。よいしょ。この時期ね、いちごがね、国産ないんですよ。だからオランダ産のいちごです。
ちの生クリームは結構あっさりしてるで食べやすいってよく言われる。それ嬉しいかな。子供たちからしたらお父さんが作ったケーキってことですよね。そうですけどね、もう飽きてんちゃいます、毎年一緒やからこっちのロールはいちごショートとか同じ生クリームにします。フルーツは4種類ですね。だいたい年中あるようなフルーツにして基本通年で出したいかなと。下がムースで上がマンゴーを入れた透明のゼリーみたいな感じなんですけど、卵が黄色いから結構クリームも濃いめの色して、そんな卵黄が黄色いんでその分オレンジ。
しあんですね。これをこんなの買ったりですね。可愛いですね。透けてて。もともとはいちごやったんです。いちごのスイーツ大福。今はいちごが国産じゃないから。ちなみにこれはちゃんとモンブラン用にタルト焼いてるんですよ。モンブラン出しなかったです、オープン当初。秋を迎えて、お客さんにモンブランないのって言われて、そうですね、考えますって言って出したら、結構好評やって、夏になってやめたら、モンブランないの？いや、夏なんでお休みしてます。それが結構続いたので、じゃあもう通年出そうと思って。大体10個前後でグラム100グラム280円。たこ焼きより安いって言ってます。後かなと思って。
わ、おはようございます。はい。どっち青でいきますか。
桃の次はブドウ系と、あとイチジクですね。イチジク、そうですね、もう少し。いやいや、でも意外。もう剥く前にこいつはうまいかどうかが分からんとあかんねん。で今こうやって持ったやん、もううまいねん。これパニグユーって入れてここにのせると。この隠れカスタードクリームがちょっといいやん。実はこの中にちょっとだけカスタード入ってるやんっていうスイーツで本物のスイーツめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいいつもこうなくなったら作るなくなったら作るってやってて、昨日の夜作ったやつは賞味期限としたら今日の午前中までいけるということでこんだけで、今から作るやつは次夕方までには売れるやつを作ります。1個しかいかへんかったらさ、ここのやり方だけがそうで本当はどうなんやろうっていうのが分かれへんのが嫌で、2年に1個ずつぐらいケーキ屋さん変えとったんよ。でそのケーキ屋さんのええところは盗んであかんところは絶対真似せんとこみたいな。で一番のあかんところで言うと、結構どのケーキ屋さんもやんねんけど、まあまあ3日目でも出すっていう。
あれ何と思って俺。じゃあ朝一来てくれたお客さんに3日目のケーキ出すってお寿司と一緒で鮮度命なんよ本当は。だから3日前の握った寿司出してるみたいな、それだけは真似せんとこみたいなのとか。どうやった普通のケーキ屋さんやったらこれ多分行3目に出すんやけど、出たらまた出して鮮度命作戦ですから4つだけ出します。これと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 これがこう売れて、で何時ぐらいになったらちょっと参戦っつって、でそのために俺あっこに閉店は心折れるまでって書いてある。なんせなくなったら終了にしたいやんか。うちの生クリーム美味しいって言われんねんけど、これなんでか理由がある。これな、ハーゲンダッツのさアイスクリームあるやん、あこの会社の生クリームやねん。これ高いから俺が行った今までのケーキ屋さんではこれ使ってるとこないん。たまに言われんねん、ここ生クリームがちゃうよね、気づきましたかみたいな会話なんです。でこれをもう4つだけじゃあ出します、なくなったらすぐまた出しますの作戦で。ほんまは朝むちゃくちゃ走り回ってやってるんです。バタバタバタめっちゃ速いから俺。じゃあいきますか。はい。メインをこの今食べ時かどうかを実はこれもう目利きするねん。たまに桃買って食べたら美味しない時ない。でうわ失敗したとかあるやん。桃が美味しないだけであこのケーキは美味しなくなったなとか言われる可能性あるやん。だからこの桃を剥く前にこいつはうまいかどうかが分からんとあかんねん。で今こうやって持ったやん、もううまいねんこれ。これが分かってしまうならもう何千個何万個と向いてると後ろを見てあげなあかんっていう。見るしちょっとだけこうやって触んの。嘘やと思うよ。嘘やで。え今言ってんのほとんど嘘やで。え聞こえるやん。ほんまですよね。どっちですか。ほんまほんま。これはこの種のところをこういくのまず。ほらこのなんちゅうのこうやってる時にさこう滴り落ちるやん、桃汁みたいな。この桃汁がこう滴り落ちるやつはちょうど今食べたら美味しいよっていう印やねんけど、種だけ抜く。この捨てるとこ少なくいく作戦でいくなら、今の売れすぎてるやつはちょっと丸ごと桃ではちょっと無理やけどショートケーキの中やったらいけるとか、冷やすための氷水をここで作っとくと。本来は全部きれいに6個ともいけたらいいよかったんやけど、もうすでにあかんのが2つ確定しているっていう。でもそれでもなおこの桃は剥いとかんと。でここに桃によってはやけど、まあ、10秒ぐらいでいけるじゃあ10秒ぐらいでいけるんだけど、今さっきのくり抜いた感覚で言ったらちょっともうちょっと混ぜ混ぜします。
これさっきのいけてない死んでる桃ですね。使えるとこだけ使いましょうの。こいつも死んでるね。もう死んでる桃をほら皮の剥け方がちゃう。ちゃんと取れへん。このアセロラ水おもろいことにこっから色が1日変わりませんっていう。この4つは丸ごとができそうですね。使えそうな部分だけを使います。ショートケーキの中に入ったりとかならいけるかみたいな。ちょっと待っといてんか言うてこっちで今6個剥いたからあと5回転するぐらいちゃう1日で、これをこの中にグユーって入れてここにのせると。じゃあまあせっかくなんでど真ん中置いたのかい。これがうちのメインじゃっていうところに置くわ。よいしょ。だからお母さんが死んでもうた情けない情けないって泣き出したんよ。だから店するからおとんはその店手伝ってくれへんかっていう生きる意味みたいなのを持たして、それでやっと笑顔が戻るっていう。おとん買ってきたもんもちょうどええわとか言うて、なんかおとんもにししって笑うっていう。どう並べたらうまそうかみたいなのを考えてやってみるみたいな。ちゃんと剥かれへんかった桃もこうされると捨てたもんじゃねえなみたいな。
うちのお兄ちゃんもパティシエで俺もパティシエでそんな学校行かしてもらって、でおかん死ぬ前にどっちかの店できたらこの絵飾ってほしいねんって言ってて、で兄ちゃんに「じゃあ兄ちゃん店やるか?」っていう話になったら「そやな」とか言いながらせえへんから「な俺するで」言って、まあ、おかんが喜ぶというよりもそれをやるとおとんが喜ぶのよ、仕組みとしたら。お母さんが熱望しとったことを息子がやってくれたということでおとんが喜ぶ。だからおかんに親孝行できへんかった分おとんに一応しとこうかと思って、おとんが死ぬまでは店やろうかなと思ってんけど。さっきのこの使えそうになかった桃まで使えちゃうという。ミルフィーユ食べたことあります？ないです。ないですか？さっきちょっと食べたらめっちゃうまかったです。本当ですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この隠れカスタードクリームがちょっといいやん。実はこの中にちょっとだけカスタード入ってるやんっていう。いいね。いいもの買うてきたね、お父さん。ケーキ屋さんに渡す言うて来たんです言うから、いやほんな飾っとくわいで、うちのおかんの絵よりもこっちの方が大切やとか言ってそっちに貼って。桃のタルト一つとカットの方。カットの方はいはい。でミルフィーユ一つ。はい。いやこの店選んでんのがもう間違ってるって可能性。本物のスイーツでも。本物のスイあほんまーっすか？ツめっちゃ美味しい。あめっちゃ美味しい。ありがとうございます。はい。すいません。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとずつちょっとずつ作ってこの作戦の方がまだ鮮度を保てる。でホールのケーキも言われたらすぐその時作んねん俺。それが一番うまいから。美味しかったら他のもうまいんじゃないかと思ってしまう。ここやからうまい。なか
かなかなりにくい。でもまあ意外とその最初の敷居が低いから、うちは美味しいと勘違いする人は多い。勘違い。まあ勘違いやろ、美味しいなんて世の中の。